ご視聴ありがとうございます。今回は微妙に離れた2駅のご紹介です。2回の改造を経た駅と歩いて1分なのに乗り換え駅になっていないもう一つの駅の歴史、設備がこの構造になっている本当の理由に注目です。ここは小田急小田原線の新宿駅です。小田急線は新宿駅から西に伸びる大手私鉄。ここから向かうのが各駅停車で3駅の代々木八幡駅です。新宿からは間に2駅、わずか5分で到着です。この駅は一つのホームが上下線に挟まれる島式ホームと呼ばれる形態。発車する列車を見送ります。ホームドアは車両のドアと連動しておらず、車両のドアを先に閉め、安全確認してからホームドアを閉めます。小田急では通常、双方が連動していますが、曲線上の駅ということで安全確認を入念にするためか、あえて連動しない設定にしているようです。ホームドアが閉まってから車両が動くまで10秒かかります。そして線路は下り方面に向かって右カーブしています。半径は左の下り線が207メートル、右の上り線が203メートル。時速45キロの速度制限を受ける、実は小田急線で一番の急カーブであり、特急列車の速度を落として通過です。真後ろは踏切。この辺りに改札への動線はありません。カーブが始まるところには、レールと車輪が擦れて発生する騒音を軽減するため、油を塗る装置があるほか、重量編成の最後尾には前方監視用モニターがあり、曲線上ならではの設備が並びます。そしてもちろん、ホームの下にはライトもあります。新宿駅のメイン改札がホームの突き当たりにあり、この辺りまで乗客が来るからか、ホーム全体に屋根があります。先へと進みます。屋根は両側にある鉄骨で支えられており、ホーム上にあるのは非常停止ボタンなどの支柱だけ。8両編成用の前方監視モニターも上から吊るされています。また、列車の停止位置は下り寄りに揃えられています。6号車のあたりまで来て、ようやく上の階層へ伸びるエスカレーターが出現。なお、発車案内表示器は2段式ですが、場合によっては3本連続通過の場合もあり、このような表記になっています。停車する列車が多いわけではないので、段数の多い機械にはなっていません。一旦エスカレーターを上がります。天井は光を透過する素材で、両サイドも大きめの穴が開いた金属の板。それは駅舎内部も同じで、屋根は左側が高くなっており、ここから光を取り込めます。日差しがあれば最小限の照明でしっかり明るい、環境に優しい建物です。左の支柱はカーブしており、なんだか不思議な形状です。右手にはエレベーターと多目的トイレを含むトイレ。その奥には階段があります。改札から離れた場所にエスカレーターがあるのは少し不便な気もしますが、新宿駅の改札の位置を踏まえると、合理的な配置と言えそうです。この駅舎もまた、内部には柱がありません。駅の主要な施設が下り寄り半分に集中しており、上り寄りが省略されています。また、急カーブの上に駅舎があるため、部分的に出っ張っているところがあるなど、駅の特徴が現れています。なお、改札手前の右にあるのは精算機ではなく、IC カードのチャージ専用機。精算は窓口へどうぞ。この先で通路は左右に分かれ、線路の両側から改札まで来れます。また、正面の通路は、奥にある陸橋と繋がっています。ホームの形態や駅舎の様子に変わったところはなさそうですが、この駅のポイントは、さらに下り方面にあります。今見えているあたりでは、ホームの支柱は線路の外側にはないようです。先ほど上がったエスカレーターのところを、さらに先へと進みます。階段の裏には、自販機や案内看板、ベンチが並び、駅舎を支える柱がホームに立っています。この駅の周辺には上下線をつなぐ線路などはなく、そのような島式ホームの駅の場合、ホームの幅は両端が狭く、中央が広くなるのが普通です。ただしこの駅のホームは、下り方面に向かって一方的に広くなっていき、下り方面の端が一番広くなっています。先ほどの階段から先では、上下線の外側に柱がなくなるため、荷重が集まるホーム上の柱は、ひときわ太いものになります。ホームの端に到着です。ホームのすぐ横に踏切があり、線路はその奥で上り坂になります。線路の間はコンクリート敷きで、そのコンクリートが徐々にせり出していきます。
さらにその奥で地下から顔を出す2本の線路。これこそが本編に出てくるもう一つの駅が属する路線。改札を出て左に曲がり、地上に降りてしばらく歩きます。駅を出て1分、東京メトロ千代田線の代々木公園駅です。先に開業したのは、もちろん小田急の方。1927年、小田原線の開通とともに開業した駅です。千代田線の開業は、1972年10月。今では隣の代々木上原駅で接続する千代田線ですが、代々木公園の西側で地上に出て小田急線の間に入り、代々木上原駅に乗り付ける線形のため、駅周辺の大改造が必要になりました。代々木公園までは72年10月に開業していたものの、代々木上原駅周辺の大改造などが要因となり、代々木上原までの開業は78年3月までかかっています。現在の代々木八幡駅には各駅停車しか止まりませんが、代々木公園が終点だった頃は、小田急線と千代田線の乗り換えの便を図るため、小田急線の準急が止まっていたほか、正式な乗り換え駅とされ、連絡運輸という取り扱いも行われていました。もともと次の代々木上原駅の方が地面が高かった中、千代田線の建設に合わせ、道路と立体交差化されることになりました。代々木上原駅は高架駅に改築され、地下から出てきた千代田線を高架に持ち上げることから、千代田線の線路が 35% ミルの急勾配に、小田急線も当時の認可上限だった 25% ミルを上回る 27% ミルの勾配になっています。小田急線の線路間隔も広げることになり、周辺の住宅の立ち退きが発生。代々木八幡駅の正面にあった橋も架け替えが必要なことから、大規模な工事になりました。なお、もともと駅があった場所のままでは、小田急線と千代田線の線路の高さを揃えられず、代々木上原駅はこの工事の過程で200メートルほど下り寄りに移されています。結果的に大きなカーブはなくなりましたが、一駅伸ばすのに要した時間は実に5年半、その大変さがわかります。千代田線の延伸開業に合わせ、小田急線の代々木八幡駅は、各駅停車のみの停車に戻るとともに、両駅の連絡運輸は解消されました。小田急線の下り方面と千代田線との乗り換えは、隣の代々木上原の方が圧倒的に便利ですし、新宿から千代田線に乗る場合は、原宿明治神宮前乗り換えの方が便利です。そのためこの駅での乗り換えは、実質的に南新宿か、三宮橋の利用者に限られますが、連絡運輸がないこの駅で乗り換えると運賃が割引にならず、代々木上原乗り換えの方が割安です。代々木八幡駅前にある千代田線の駅の案内は、他の案内と同化しており、途中でちらっと見えた案内は、ラミネートしただけの簡素なもので、見るからに後付けです。また、車内のアナウンスや液晶モニターなどでも、千代田線の乗り換え案内はありません。というわけで、代々木公園駅に入ります。なお、名称になっている代々木公園は駅の東側にあり、反対側の入り口の方が近いです。ちなみにこの案内図、後で再び出てきます。千代田線が地下に入ってまだ200メートルちょっとのため、改札口周辺も天井が低いですね。駅を出てすぐに 35% ミルの上り坂で、これは760メートル余りにわたって続きます。また、ホーム自体は逆隣の明治神宮前駅に向かって左カーブになっていて、ホームの奥で上り勾配に変わります。なお、千代田線の車両基地は路線の端の北綾瀬駅にあるものの、それだけでは早朝夜間の車両のやりくりが大変なので、明治神宮前駅との間に10両編成8本を留め置ける線路があります。また、当駅始発終着列車はなくなったものの、上下線をつなぐ線路が明治神宮前駅との間にあり、それを利用した折り返し運転ができます。また、明治神宮前駅から留置線に入る車両があるため、明治神宮前行きの列車は何本かあります。ホームの中央奥にある改札の様子がこちら。代々木八幡駅からは離れているものの、階段は3方にあり、エレベーターとエスカレーターも完備。先ほどの出入り口にはエレベーターやエスカレーターはないので、旅客サービスはこちらが上です。代々木八幡駅に戻ってきました。ラッシュ時は各駅停車も本数が増えますが、増えた分は千代田線方面の列車になるため、代々木八幡や新宿方面には来ず、1日中10分間隔です。また、速達列車は10両が基本ですが、各駅停車は10両と8両が混在しています。かつて運行されていた6両編成の各駅停車は、
2019年3月のダイヤ改正で新宿発着の列車からは姿を消したため、ホームドアや床面には6両の案内はありません。そして、新宿発着の各駅停車に10両編成が登場したのは、上りと代々木上原間の複々線の完成と同時に行われた2018年3月のダイヤ改正のこと。ではなく、その翌年、19年3月の改正でのことです。2014年3月には、支線の多摩線で一部の駅のホーム延伸が完了、10両編成が走り始めていたのに対し、小田原線で一番混むはずの区間では、その後も8両が最大だったのです。そして新宿本厚木間にある各駅のうち、最後まで10両編成に対応していなかったのが、複々線化で施設を大改造していた各駅ではなく、実はこの代々木八幡駅なのです。そして皆さんご想像の通り、これまで見てきた綺麗な駅施設は、改修工事によるものではありません。この駅自体が完全に作り変えられた結果です。改修前の様子は、実は代々木公園駅の出口案内にまだ残っています。まだ張り替えられていないものがあり、そこには上下線の間ではなく、上下線の外側にあるホームが描かれています。もともとこの駅は、相対式と呼ばれる構造で、それぞれのホームの一番端に改札がありました。ホームは狭く、双方の行き来は跨線橋だけという、不便な状態だったのです。しかも、今では陸橋の下にあったあの踏切はかつて新宿寄りにあったため、そのままでは10両対応にできませんでした。2015年に駅改良工事に着手、踏切を付け替え、空いたスペースを生かしてホームを作ったのです。ちなみに隣の三宮橋駅は2015年までに、南新宿駅は2012年までに10両対応になっています。この駅の新宿寄りのホームに柱がないのは、ホーム上が混みやすいからといった理由以前に、線路の両脇がもともとホームだったため、柱を立てる場所があったから。小田原寄りでは道路がすぐそこまで迫っていたため、柱をホーム上に置かざるを得ませんでした。改良に合わせてホームが上下線の間に移されたのは、元のホームが狭くて安全性が低かったことと、小田原寄りの両脇にホームを置ける場所がなかったからです。一連の改良工事に合わせ、駅前には南北をつなぐ自由通路が完成。ここにはエレベーターがあり、体の不自由な人でも踏切待ちをせずに南北を行き来できます。代々木八幡駅の改良工事の完成で、新宿発着の各駅停車の10両編成化が始まり、両数の面でも輸送力増強に役立っています。ちなみに以前別の動画で、この駅と同じ千代田線と10両化、そして大改造というテーマを抱えた駅をご紹介していますので、概要欄から見てくださいね。ご視聴ありがとうございました。